桃子さん、会いたかったよ。楽を見るのが好きで、いたずらが好きだ。実力は群を抜いているが管理に合わない。彼女はハイガルドの操縦実行者サイミルだ。でも彼女の過去がどれだけ辛いか誰が知っていますか？セミアの心の中でずっと一人のことを心配していた。それが自分の桃子姉シュマです。セミアの子供の頃はシュマの影でいっぱいだった。シュマは彼女より年上だ。名実ともに子供の王だ。しかし不安定な主だった。シュマはサイールをからかうのが好きだ。楽しみを探すのが好きだ。冒険が好きだ。サイミールの現在の性格はこの影響を受けています。だから大きくなって彼女は彼女になった。彼女はもういなかった。シュマとサイミルは運命の姉妹だ。シュマは変な病気でハイガドに運ばれた。意外にも今回は別れがさよならになった。今のシュマが回復しても。でも彼女はまだ彼女でさ。静かで純朴なシュマは確かに多くの人に好かれています。しかしこのシュマはサイミルの記憶の中の人ではありません。サイミルの擬態ストーリーを覚えていますか？彼女はこれ以上にも受け入れられないだけだ。シュマのイメージを持っていろいろなことをします。擬態は確かに戦闘力を高めた。しかし擬態原型の家族の心にも深く突き刺さっています。人が亡くなった家族の外見をしていると様々な異常なことをしています。どうすればいいのでしょうか？今回のストーリーはサイミルの章です。プロフィールのように壇上の毒角が道連れを探している。準備はいいか？ハイガルドは緊急広告を出した。第9区画執行者はご注意ください。できるだけ早く地域事務官ジェラルドに報告してください。主役は知らせを聞いて急いで帰った。転送門を出た途端にイカ人に会った。これはハガドの人が作ったものです。彼は新しい擬態技術を試して異常な状況に遭遇した。簡単に言えばデータが交換されたということです。擬態技術とは、データベースに保存されている資料を利用者に覆われている殻をはめたようなものです。今のリックはイカ人の殻に置き換えられています。真実を調べるためにワーキン博士を見つけた。博士は明らかに知っていることが多い。彼は T04 ユニットがロスされたことを漏らした。T04 はシュマのデータを表しています。このデータベースにはもう一人の情報があります。そしてセミアストーリーの顛末を貫いています。ここはまず関所を打って後で話します。課金はデータベースの使用記録を調べた。不審な相手は2ヶ月前のサイミルです。課金の口から知る。彼女は実力は抜群だが性格は悪い。それがほとんどの人の印象かもしれませんね。ハイガルドがそう思う以外は犬たちも同じように共感しています。ちょうど1ヶ月前にミールが連絡を失った。私たちは無事に蛇行になりました。サイミルの着地点に来ました。バンギスの隠れ家にある。その後のサイミルの会話から見ると、この芝居は彼女は長い間計画していた。彼女を探しに来なかったのはちょうど私たちだった。この芝居は道連れができたら幕を開ける。ドアをノックしましょう。最初はまだ AI のふりをして会話をしていた。しかし私たちがハイガルド人だと知ると明らかに驚いた。私はハイガルドの人へ？ハイカーダー。私は忘れそうです。どうして彼らは最後にあなたを選んで私に会いに来たのですか？それからきっぱりと断った。彼はいいけど私はできない。そうしよう。さようなら。そしてシュマが現れました。本物のシュマはまだチップの中に横たわっています。サイミルはハイガルドのデータを取りました。ここに現れたシュマはサイミルが作ったのかもしれません。面白いことにシュマが見せている性格は、セミアの記憶の中でシュマは子供の王だ。いたずらが得意だ。しかし私たちが出会ったシュマの性格は全く違います。ここに展示されている性格こそがサイミルの本当の性格です。子供の頃のサイミルは姉の後をついてきた小さな従者だった。利口で物静かだが意外だっただろう。サイミルが近づいてきた。自作自演で暗号が解けた。結局気まずいシーンがありました。音声認識にはサイミルが名前を言う必要がある。名前。私の名前はシュマ。シュマの名前は通らない。彼女は自分の名前の花を口にするしかなかった。花の花。これが今回のストーリーの最大の破綻だ。花の花と桃はそれぞれサイミルとシュマの幼名です。閉鎖されたドアが音に応じて開いた。セミアの安全な部屋で、左に標的が並んでいます。上に2枚の写真があります。弾痕が広がっています。そのうちの1枚はハイガルドのヘンリー博士です。エヴァンズが行政管理職だとすれば、ヘンリー博士は科学研究の経営陣の最高者です。このことからわかる。彼女はハガドに大きな敵意を抱いていた。壁のスクリーンに20銃のデザインが表示されています。ゲーム設定から見ると、サイミルの20銃はレール砲の原理を参考にした。残念ながら今は没落している。壁にはタイマーも設置されている。後から花火を吹き出す道具です。ただ主役は気づかなかった。サイミルと私たちは別々に調査を行いました。しかし何も得られなかった。ちょうどこの時、異変が突出する。ネズミ取りにチーズがついていると、ネズミの赤ちゃんが飛び上がる。天井から突然柵が下がった。私たちをサイミルと両側に分けました。これはサイミルの計算です。入ってきたら、彼女はずっと入り口で調べていました。主役は部屋の中に入って、だから柵が着陸すると、自然に2人を2つの空間に隔離します。それから解除装置です。幸いなことにこれはただのいたずらだ。落ち着いてから、セミアはテープに隠しておいたメモを取り出した。バンジスホテルの住所があります。ここから始まる。バンギスのホテルに来ました。カウンターにプレゼント箱があります。マスターは自分が開業して1年以上だと言いました。誰が花の花かは知らない。サイミルに問い詰められて、小包を残したのは高さ2メートルだと知った。幅1メートルの大男。サイミルの PV 情報を結合して、これは犬を探して苦しい仕事をしていると推測できるだろう。それから小包を開けました。手紙が入っています。
この手紙はサイミルに書いたものです。でもこの手紙は今書いたものではありません。過去にシュマが甲斐義徳に治療に行った時に書いたんです。手紙の内容からわかる。シュマは一刻も暇がない。治療中にバンギスに帰ったことがあります。でもサイミルはいなかった。この時のサイミルはファイルによると、甲斐義徳に参加しました。シュマを探すために。サイミルは小さな夜明けから、素晴らしい実行者になり始めました。次はサイミルの身の上話です。桃も花も孤児です。ドニシおばあちゃんに引き取られました。桃は花より2歳年上だ。小さい時からいたずらをする。彼女をからかうことも多い。これがシュマの本当の姿だ。私たちが知っているシュマを比べて、全く二人だ。だからサイミルはシュマのいたずらな性格を保っていました。サイミルにとっては、そうすればシュマの存在を感じることができるでしょう。シュマは冒険家になることを夢見ています。サイミルは彼女の小さな従者になりたかった。しかし天は望みが叶っていない。シュマは変な病気にかかった。バンギスの最高の医者でも何もできない。病気といえば、幻冬の不思議な先天的な病気を起こさなければなりません。コレット社長の息子も妻も白状した。妻が死んで息子は改造されました。彼ら以外にも任務を隠している時空旅人には、バンギスの男の子と医者が治らなかった女の子。病気になりました。今はシュマでも病気だ。この病気についてはもっとストーリーがあると思っていた。しかし現在の発展から見ると、この病気も大きな確率で穴を掘って埋められなくなった。シューマは治療を始めたばかりで手紙も送ります。その後何の音沙汰もなくなった。彼女が治療の言い訳をされたのは本当のことだ。X7 研究所に移動しました。この計画に参加したのはブラックエンド計画を調査したからです。やられたクラウディア。セミアとシュマのストーリーでは、最も重要な3人目は、軍刀クラウディアだ。サイミルはシュマを探すために甲斐義徳に参加した。その後はバンギスには滅多に帰らない。私たちはサイミルと一緒にルシーのおばあさんに会いました。彼女は一目で桃が分かった。やれやれ、私の桃が帰ってきました。早くおばあちゃんに見せて。サイミルはシュマのイメージだからです。だからルシおばあちゃんが桃子ちゃんと呼んだのは正しい。でもこの前セミアは自分が花だと言っていました。私たちが気づいているのが心配です。これもストーリーが私たちに与えた手がかりです。サイミルの正体を疑いましょう。ロニシおばあちゃんの印象では、シュマもいたずら好きな性格だ。おばあさんは以前の天井花が彼女に会いに帰ってきたことがあると言った。花を探しに来たのか。あら、私の記憶力を見てください。先日彼女が私に会いに来た時、桃ちゃんに手紙を残していましたよ。帰ってきて彼女に会いに来たのが目の前のサイミルだとは知らなかった。同時に手紙を残しました。おばあちゃんの手紙は桃子ちゃんに残したんだから。セミアはそれを見て住所を書いたと言った。別れに近づく。サイミルは桃ちゃんとして別れを告げた。おばあちゃん、ごめんなさい。私は、桃ちゃんはいつかまた会いに来ます。おばあちゃんが本当のことを言っていることも認めました。それから私たちを連れて行ってくれた。サイミルはここが彼女が意図しなかった実験プロジェクトだと言いました。もう一度手紙を見せてくれた。手紙の始めに気をつける。花の花が親しむ。おばあさんが何と言ったか覚えていますか？これは花が残した手紙です。これは明らかに矛盾している。自分が自分に手紙を残すことはできない。ここもストーリーの手がかりです。実はこの手紙はシュマがサイールに書いたものです。ただいま書いたものではありません。過去に書いたものです。これもシュマからセミアへの最後の手紙です。シュマは手紙で X7 研究所に行くと言っていました。これがセミアがずっと追ってきた場所です。次の言葉はサイミルの心情の発露である今の桃は知らないような気がします。彼女がわざと私を避けているのかもしれません。何年も離れているんだから、彼女はもう私の記憶の中のあの人ではないだろう。今のシュマはサイールにとって知らない人のように、シュマの殻をかぶっているからです。それがサイミールが擬態を嫌った理由だ。X7 研究所に来て、ここはサイミルによって事前に処理されました。私たちが来た時、人員はもうびっくりして逃げた。実験室に入ると警報情報が見つかります。警備システムが攻撃された。1時間以内にすぐに撤退する。温度のあるコーヒーからもわかります。中の人はみんな離れたばかりです。それができるのはサイミルです。これもシナリオ提供の手がかりです。プレイヤーにサイミルの身元を疑わせるために、これ以外にも議事録が見つかります。中で言った T04 はシュマです。会議はアバタシステムを用いて記憶を支援することを提案した。この技術はクラウディアにも応用されています。アバタシステムには倫理的な問題があります。原型の意識だけでなく原型の体も持っています。クローンと似た存在です。しかしクローンは本体から直接分裂して培養されています。化身は体を育てて意識を流し込むことです。他のファイルからセキュリティパスワードを取得しました。私たちは奥に入った。異変が突出する。行きましょう。レーザーが現れて私たちとサイミルを遮断しました。これはまたサイミルのいたずらだ。ここのデザインが唐突だと感じませんか？セミアを脱出させる口実を除いて、ここのデザインは簡単ではないからです。振り返ってみると、期待ストーリー全体がサイミルの過去を描写しています。なぜサイミルはシュマの手紙を見せてくれたの？それは彼女が私たちを彼女の思い出の道に導いてくれたからだ。彼女はこのような方法で、彼女の感覚を身近に体験することができます。シュマの離れから何の音沙汰もない。手紙の内容が少しずつ展開されるにつれて、
そして急に止まりました。ここに現れたレーザー壁のように、過去のセミールとシュマは遮断されました。二度と会えない。セミアの心の中では彼女を理解したいと思っていた。だから今回は完璧ではないいたずらを手配したんです。前に行くと思い出の間です。シュマがやんちゃな女の子が見えます。サイミルはただの従者だ。これもセミールが感じた違和感です。今のシュマは目覚めたけど、でも彼女の記憶にあるのは同じ人ではありません。複雑な通路を通る。やっと最後の部屋に来た。缶の中にあるのはシュマです。ここはサイミルが言ったことが面白いです。彼女に何をしたの？私も彼らが彼女に何をしたのか知りたい。英雄は魔王、王女を倒したが、二度と目が覚めない。英雄が魔王を任した。姫様は目が覚めませんでした。おとぎ話の中で、魔王が王女を捕まえた。英雄は魔王を倒して王女を救出する。ここの魔王が比喩しているのはハガドです。サイミルの目には、ハガドが桃のお姉さんを奪ったんです。自分は王女を救う英雄のようだ。しかし王女であるシュマは目を覚ますことができなかった。セミアはその後も主役に看板を出した。彼女は他の人がシュマの顔をしているのを受け入れられない。今どんな気持ちですか？落ち込んでるの？恐縮ですか？やはり自分が人に馬鹿にされていることに気づき、怒りと迷いだけが残っているのか？一体何が欲しいの？私が何が欲しいと思ってるの？私の気持ち、あなたは全然わかりません。私は彼女を何年も探して、私は彼女の顔を見て、私は自分に答えがあると思って、しかし、あの人は彼女ではありません。彼らは私の友達の顔を支えています。だからシュマを連れて飛ぶことにしました。私たちも止められなかった。ハイ感度に戻ります。ワーキン博士は私たちにシステムの真実を教えてくれました。自分の意識が影響を受けないようにして、他個体の実体形態をシミュレーションする。そうです。これが私たちが使ってきた擬態システムです。体の外に人の殻を着ているように。博士は別の被験者 T03 にも言及しました。彼女が実験のもう一人の生存者クラウディア。なぜクラウディアに繰り返し言及したのか。この任務には後続があるからだ。ビラで出会ったのは、覚醒したシュマ。帰ってきたサイミルと目覚めたクラウディア。彼女たちの話から後のことを推理することができます。サイミルはシュマのデータを持って逃げた。クラウディアは目を覚ました。彼女はサイミルに戻る任務を受けた。サイミルを見つけることに成功しました。これもサイミルが彼女を見直しました。クラウディアは化身システムの成功品だ。これはセミアに希望を見せました。お互いの接触の中で、セミールは妥協した。彼女はシュマのデータを持ってハイガルドに戻りました。ワーキン博士と取引しました。ハイガルドはシュマを治療しました。サイミルは明らかにハイガルドを信じていません。そこで彼女は看護師に変身した。ずっとシュマのそばにいて、ハイガルドも彼女の行動を黙認した。でもサイミルは気分が悪かった。シュマは過去の記憶を失った。妹のことはもう覚えていない。彼女がシュマのそばでどんなに活動していても、シュマの注意を引くことはできません。逆にシュマの性格はやんちゃではありません。感謝の会義徳が実行者になることを選んだからです。サイミルはずっとシュマの左右にいるしかない。この結末が良いか悪いかは言い難い。クラウディアとは違う。同様に覚醒者です。シュマは過去の記憶を失った。彼女は今もシュマの外見をしている。そして彼女は体に合わない怪力を持っている。ハイガルドが何をしているかどうかはまだわからない。このストーリーはアナツの時期にある。神を封じたはずの物語だ。当時のダブルスタンダードに遅れていました。このストーリーには謎解きの要素がある。花の花と桃の身分はプレイヤーが手がかりに注意して真実を解く必要があります。シュマとセミアの姉妹もいます。擬態システムの反省もあります。残念ながら当時の評価のほとんどは紛失ストーリーが中心だった。この感情シーンを埋もれさせてしまった。真面目に見るしかない。ニールがなぜ怒りに甘んじていたのか理解できたのでしょう。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。